不動産屋さんの階段ですが、今ご自宅でお一人で聞いていますか？誰かがいる家第1話、霊が集まるわけ。不動産屋さんの階段です。このお話は30代後半の女性、仮名ですが葵さんからいただいた自宅に関する体験談です。葵さんのご自宅は中古住宅で、小学校高学年の時にご両親が購入し、それ以来ずっと住んでいるそうです。もちろん事故物件ではありませんということでした。ただ葵さんはその小学生の頃から家では時々誰かに見られているような感覚がしました。家族がいない時や誰もいない部屋に一人でいる時などに、ふと誰かがいるという気配がしたそうです。また2階が子供部屋だったのですが、なぜかツンとタバコの匂いがしたことがありました。家族でタバコを吸う人もいないし、タバコを吸った人が入ってきたこともない、誰もいない時なのです。そんな感じで他にもいろいろ不思議なことがある家だということでした。さて今から12年ぐらい前のことです。葵さんは当時コンビニのアルバイトをしていたそうです。ある日の午後の2時頃でした。その日は夕方からのシフトだったので、葵さんの3歳の息子さんは保育園、あとの家族は仕事に出ており、家では葵さん一人だったそうです。出勤までまだ時間があったので、葵さんは1階の部屋で少し仮眠を取ることにしました。昼寝ですから辺りは明るく、外からのかすかな生活音が良い子守歌のようになり、葵さんはいつの間にか眠りに入っていきました。そしてしばらくすると、葵さんは突然ストンと金縛りになり、目が覚めました。葵さんは若い頃から霊感があり、この家で何回も金縛りを経験していたのですが、出勤前ですからこれはちょっとまずいことになったと思ったそうです。金縛りでもまぶたは開くので、そっと目を開けてみました。すると葵さんの横に赤ん坊が寝ていたのです。葵さんは一瞬わけが分かりませんでした。そしてあれ、なんで赤ちゃんがいるのと思うと同時に、葵さんがその赤ちゃんを抱いて添い寝をしているのに気がつきました。息子はまだ保育園だし、この子は誰だろうと葵さんの頭の中は混乱していました。それは1歳にも満たない見知らぬ赤ん坊で、性別もよく分かりませんでした。ただ不思議にも怖いという感覚がその時は全くなかったそうです。葵さんはしばらく呆然としていました。すると2階から誰かが階段を降りてくる、トントントンという足音が聞こえてきました。その足音はゆっくりでしたが、間違いなく人の足音でした。葵さんに緊張が走り、誰？家には自分しかいないはずと思ったのですが、体を動かすことができません。声を出すこともできず、一体誰なのと心の中で叫ぶことしかできませんでした。相変わらず横には見知らぬ赤ん坊がすやすや寝ています。トントントンと誰かが階段を降りてくる足音は続いていました。葵さんは恐怖でいっぱいだったそうです。ただなぜか葵さんはその階段を降りてくる人は女性のような感じがしました。するとその足音は階段の一番下まで降りたようで、1階の廊下に来ているのが分かりました。葵さんは息を殺して耳を澄ませていました。どうやらその何者かはそこで向きを変え、スタスタスタと葵さんの寝ている部屋の方に向かって歩いているようでした。葵さんはこっちに来る、どうしようと焦ったそうです。スタスタスタとその何者かは
間違いなく葵さんの寝ている部屋の前に近づいています。どうしよう、部屋に入ってくると思った瞬間、パッと金縛りが突然解けたのです。と思っていると、横で寝ていた赤ん坊も消えていました。そして部屋の前に来ていた何者かの足音も聞こえず、気配も全くなくなっていました。結局あの赤ん坊と足音の正体は何だったのか今でも謎で、思い当たる筋が全くないのですが、でも一つだけ気になることが葵さんにはあるそうです。葵さんの実家はご両親が中古で購入したと冒頭で言いましたが、それはその前の所有者のことが気になりました。前の所有者というのが神様ごとをしている人だったのだそうです。つまり霊媒師か祈祷師のような霊能者の家で、たくさんの悩みや苦しみを抱えている人たちが相談に訪れていたようなのです。きっと除霊もしくはお祓いなども当然行われていたに違いないと思います。相談者の負の思念が残っていたり、霊界と通じることも多かったのかもしれません。そしてそういった霊能者の家でしたから、家自体に霊道があったのかもしれないと葵さんは言っていました。葵さんは子供の頃、誰かに見られているような感覚や不思議な出来事があるのはそれに関係するのではと思うそうです。今現在はその家も新築に建て直されたそうで、新しくなった家では金縛りにはあったことはないということでした。古い家屋ごと霊道も家の中をさまよう霊たちも消えていったようですね。第2話、築40年の長屋の猫。不動産屋さんの怪談です。以前時空のおっさんという体験談をくださった春尾さんのもう一つのお話です。現在50代の春尾さんが若い頃尼崎の築40年以上は経つ古い2階建ての長屋に住んでいたそうです。春尾さんは当時は一人暮らしでしたが、一匹の猫を飼っていました。さてその築40年の長屋、特段お化けが出たとかそういうわけではないというのですが、こんな話をしてくれました。春尾さんは毎晩その2階建て長屋の2階で猫と一緒に寝ていたそうです。最初は何事もなかったのですが、ある日突然金縛りになりました。不思議な体験が多い春尾さんですから、金縛りは慣れていたので、じっと我慢していると不思議とその金縛りはすぐ解けたそうです。春尾さんは一旦はほっとしたのですが、すぐ何かがおかしいことに気がつきました。周りの空気感が重く冷たく、元には戻っていなかったのです。嫌な予感がして枕元の飼い猫を見るとすやすや寝ていました。それを見て、何も変わらないいつもの夜じゃないかと心を落ち着かせ、また眠りに戻ろうとした時でした。突然下からギシギシと誰かが階段を上ってくる足音がしたそうです。春尾さんの嫌な予感は当たっていました。ギシギシギシと足音はどんどん上に近づいていき、春尾さんの心臓の鼓動もどんどん激しくなっていきました。すると襖が開こうとはしなかったのですが、その何かが春尾さんと猫の寝ている部屋に入ってきたのが気配でわかりました。そしてズズズと畳をする足音が聞こえてきたそうです。その何かは春尾さんと猫が寝ている布団の周りをすり足で回り始めたようでした。春尾さんに戦慄が走り、身動きできないでいると、枕元の猫が急に起き上がり、さっさとどこかに逃げていきました。春尾さんは、おいおい、どこ行っちゃうんだと心の中で叫びました。一人取り残された春尾さんは、
あまりに恐ろしかったので布団を頭までかぶり、じっと足音がしなくなるまで待っていたそうです。いつかは足音は収まるだろうと耐えていると、その何かはブツブツとつぶやくような声で話し始めました。春雄さんは何を喋っているんだろうと聞き耳を立てたそうです。でもどんなに聞き取ろうとしても S の死因はなんとなく聞こえるのですが、それ以外は何も分かりませんでした。その何かの畳をする足音とその S の死因だけが聞こえるつぶやきがしばらく春雄さんの周りをぐるぐる回っていました。そしていつの間にか睡眠に誘導されたのか、意識が遠のいたのか、春雄さんは気がつくと寝ていたようでした。朝になりすぐ布団の周りを見たのですが、誰かがすって歩いた形跡もなく、そして逃げた猫もいつの間にか春雄さんの枕元に戻って寝ていたそうです。古い長屋には得体の知れない何かが住んでいるようで、猫は要領よくそれを避けているようでした。第3話、排水溝の下。不動産屋さんの怪談です。これは不思議体験をよくする亀井ですが純子さんからいただいたお話です。2年ぐらい前のことだそうです。深夜純子さんは一人自宅のキッチンで片付けや明日の仕事の準備をしていました。純子さんはいつもこの時間にはイヤホンで YouTube を聞きながら作業をするそうです。するとイヤホンで両耳が塞がっているにもかかわらず、パキ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 という音がどこかから聞こえてきました。勘の鋭い純子さんはそれがラップ音なことはすぐ分かりました。そしてその音は少しずつパキ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 とまるで生き物のように純子さんに近づいてきたそうです。実は純子さんはラップ音に慣れていました。ですからパキパキ音が近づいてきても怖いとは思わず、めんどくさいなぁと何かにつきまとわれていることを疎ましく思いました。そしてそのラップ音を鳴らす正体不明の何かが純子さんの真後ろにいるのが分かったそうです。そこで邪魔しないでどっか行ってと声を出さずに心の中で叫びました。するとその何かの気配が急にスーッとなくなった感じがしました。純子さんはやれやれとほっとしてまた作業を続けたそうです。するとしばらくして今度はバキッバキッバキバキッという何かが金属板に強く当たるような音が聞こえてきました。それは大きな音で、それもバキバキバキッと連打して聞こえたそうです。さすがの純子さんもその音は聞き慣れなかったので嫌な予感がしました。放っておくと何か恐ろしいことが起こりそうな感じがしたそうです。その音は鳴りやまず、どこから聞こえてくるのか耳をそば立てて純子さんは音の出どころを探しました。するとそれはどうやらバスルームのあたりから聞こえてきました。そこでバスルームを開けると浴槽の下の方から音が聞こえてきたそうです。電気をつけ、一体なぜ奇妙な音がするのか調べてみたのですが、全く分かりませんでした。純子さんは虫や小動物だったらまずいと思い、すぐお風呂場のドアを閉めて様子を伺っていました。その間もずっと金属を叩くような音は続いていました。純子さんはこれはやはり生き物などではなく、霊現象の一つのラップ音で、それもあまり良くないものだと直感的に思いました。そこで純子さんは、うちでは何もしてあげられませんから、よそに行ってくださいね、と心の中で強く念じたそうです。
するとしばらくしてその音は鳴り止んだと言います。次の日の朝、純子さんはお風呂場に念のためにおみきをまいて流しました。その後はあれだけあったラップ音がピタッと収まったということでした。一体あのラップ音は何だったのか今でも謎だそうですが、ラップ音は私自身の経験上も自宅に一人の時に起きることが多い感じがします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。